グレタマ、こんにちは。今日のトピックは私はどのように日本語を上達させていったという話をしていこうかなと思います。日本語をどれくらい勉強したかというと、小学3年生の頃から学校の部活みたいな放課後の集まりがあって、英語より日本語の方が興味があったんですよ、あの頃から。マサトの動画の中でも言った通り、結構アニメとかの影響が強かったです。小学校の部活、日本語、スペイン語、フランス語とかいろいろあって、もちろん私は小学3年生に上がった瞬間、日本クラブに入りました。でもその部活っていうのは週に1回しかみんなで会わないし、1回の授業は40分しかないもので、先生は台湾人で、みんなで歌ったり練習問題をやったり、ひらがなカタカナを勉強したりして、お菓子をたくさんもらって、もうそのお菓子は私のモチベーションでしたね。中学校は別の学校に行ったから、そういう部活がもちろんなくて、日本語を勉強したかったら塾に通わないといけないし、学校では教えてもらえない。その時のレベルといえば、ひらがなとカタカナしか読めない。漢字は全部中国語で読んじゃう、そういうレベルで、あと文法とかも全然わかんないとか、そのまま勉強せずにドイツに行って、ドイツではもちろん日本語とかは勉強しなくて、ドイツ語の方を勉強したけど、2014年アメリカの短大に入学した時に、最初の頃に日本語を初めて正式的に勉強し始めました。もちろん先生は日本人で、最初はめちゃくちゃ余裕でした。もう本当に全部 ABC を習っているような感覚で、2年間ずっと6つの日本語の授業を全て受けて、その短大が提供している日本語の授業を全て受けて、それで2年間勉強して、でその私が通ってた学校は日本人がすごくたくさんいました。2015年の1月、私の今の彼氏に出会いました。その彼氏は日本人でいろいろ日本語を教えてくれました。彼氏以外の日本人ももちろんみんなで会話している時は、私は隣で聞いて、分からなかったら、その会話が終わったら、これを使ったんだけどこれどういう意味とか聞いて、その時からエヴァノートを始めたんですよ。ご存知の方もいるかもしれないけど、私はエヴァノートを使っていて、わからない単語とか表現をそのノートにまとめている感じで、日本語と漢字があれば漢字の読み方、あと使い方、あと例文、あと英語か中国語の意味を書く、そういう、ノートみたいなものを制作して、で、日常的の会話とか、こういう表現よく使うんだな、こういう単語、この単語をよく使うんだなっていうものがあれば、私はそれを積極的に、その単語か表現は私自身が喋っている話に取り組むようにしてました。で、徐々に完璧ではないけど話が通じるようになりました。日本語を勉強し始めて1年後はすでにちょっと会話できるようになって、昔は結構英語で会話していたけど、その時から日本語をたくさん使って、もう自分の母国語よりも使っている気がします。たくさんの日本人とも仲良くなって、その人たちに教科書で勉強できない日本語や、ちょっと悪口の日本語とか変な日本語を教えてもらったり、そして自分でもそういう変な日本語を使い始めた
その短大は2年生までの日本語しか提供しませんでした。すべての日本語の授業が終わった後、1年間のブランクがあって、ブランクというブランクではなくて、普段でもう日本語はもう私の一部みたいな感じで普段でも使っていました。2017年に短大を卒業して、同年の8月からこのミシガン大学で日本語の授業、もっとレベルが高い日本語の授業がやっていて、私はもちろん日本語が大好きなので日本語の授業を登録しました。で、ミシガン大学で初めてやった日本語の授業はビジネス日本語で、敬語の勉強とか日本の労働環境、日本の仕事や労働における問題とか改善策を勉強しました。その次の学期も日本語ビジネスだけどレベル2、電話での対応とか名刺交換、あと日本語で一つのテーマを研究するみたいなことをやってましたね。2018年の秋、私は日本語能力試験の N1 を受けることにしました。で、それなんですけど、この3つの参考書を当時使ってましたね。この2つは台湾でネットで調べておすすめの教科書を調べてこの2つを購入してひたすらその問題を解きました。でもなんかね、これは全部読解の問題でリーディングですけど、私はね20ページしかやってなくて、でこれはもう全部やってない、本当にこれだけやってて本当にもったいないけど、これを買ってもあんまりやってないみたいな感じ。こっちの方が面白くて結構やりました。にしても半分残ってる最後はこれは教科書の作者は私の先生で、今ミシガン大学で日本語を教えている先生で、この本を出版して教科書にしてましたね。クラスは N1 と N2 の学生が一つのクラスになっていたので、結構先生は N1 の学生はもう十分うまいからそこまで練習しなくていいみたいな、ちょっとそういうスタンスが私的にはちょっと感じていったんですけど、毎週の宿題はリーディングかリスニングを一つやってました。でもちろん N1 の人は N1 やって N2 の人は N2 やったんですけど、授業中の内容はほぼ N2 の人向けだと私は感じました。日本語能力試験を受験した後も毎日のように日本語を聞いたり話したりしてきたので、それでも日本語って本当に自分的には難しいんですけど、難しいというかある程度レベルがあったら成長しにくい、私も今そういう状態なんですけど、 YouTube を通して自分のスピーキングとか喋る能力を鍛えていきたいなと思います。なんですかね、私は喋っている時、例えば彼氏とかと喋っている時はもうこういう喋り方じゃないんですよ。そうですますとか使わないし、丁寧に喋ってない。多分私が喋っている時はたまに半分はですますで半分はなかったとかあるとか、そういうのを直したいですね。もう一つのスタイルに定着したいです。でもなんかね、動画撮ってる時は自然とですますになってしまうんですよ。ほらまたですますが好きか、それともあるとかなかったというスタイルが好きか、コメントいただけると大変助かります。では今日はここまでご視聴ありがとうございました。それではチュース。